皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第7回目後半です。テーマはインドを独立させた日本人です。後半のテーマは藤原岩市中佐です。世界が日本人を尊敬する理由の第一は何ですかと尋ねられたら、皆様は何とお答えになるでしょうか。私は先の大戦の結果として日本がアジア、中東、アフリカ諸国を欧米の植民地支配から解放したことにあると思うのです。結果としてです。歴史は結果で語れるものだからです。植民地支配から独立したアジア、中東、アフリカ諸国は今日繁栄や自由を得ています。もし日本なかりせばという言葉を第二次世界大戦後の歴史に問いかけたいのです。これは私が第1回目でご紹介しましたマレーシア元マハティール首相の言葉です。彼の言葉を借りて、もし日本なかりせば、戦後75年経った今日でも、またこれから先何十年も、植民地としての圧政にこれらの国々は苦しまなければならなかったかもしれません。インドの独立は日本のおかげで30年早まったと感謝されています。極東に位置する小国が世界史に果たした役割はあまりにも大きいと思うのです。300年の植民地支配を終わらせるきっかけを与えたのです。事実インドはインパール作戦をインパール戦争と呼び、大英独立戦争と位置づけています。日本軍はインド独立を支援した解放軍であると。インドは日本が侵略戦争をしたという歴史観は持っていません。インド最高裁弁護士の P.N. 歴史は次のような言葉を残しています。太陽の光がこの地上を照らす限り、月の光がこの大地を潤す限り、夜空に星が輝く限り、インド国民は日本国民への恩を決して忘れない。ここからは藤原さんの著書 F 機関の引用になります。戦後藤原さんはイギリス軍の捕虜になりました。いろいろな裁判にかけられましたが、結局容疑が晴れて釈放となりました。武器を持たずに行動したことも理由の一つでした。しかし最後に探偵局に連行されて、局長であるイギリスの大佐から質問を受けました。この大佐は藤原さんと同じ諜報の働きをイギリスから背負っていたので、特別関心が高かったのでしょう。同じ立場です。最後の日、局長は藤原さんにお茶を出してくれて、丁寧な言葉でこう言ったのです。あなたが成してきた工作活動は誠にグローリアスサクセス、栄えある成功であった。私は敬意を表す。しかし何としても納得しかねる点があるのだ。それを説明してもらいたい。あなたは短期間大法院への陣営、宣伝、諜報活動に携わってきただけだ。この種の秘密工作の特殊訓練も実務経験もない素人だという。しかも語学にしても現地の言葉は話せないし、以前にマレー、インドの地を踏んだこともない。この度の現地関係者とも事前に何の縁もなかったという。さらに、あなたの部下たちにしても海外勤務の経験はない。この種の実務経験もない若手ばかりだった。そんなメンバーからなる貧弱な組織で、このようなグローリアスサクセスを収めることができた
と言っても私には理解できない。納得できる説明をしてもらいたいのだ。これに対し藤原さんは当惑しつつ、それが事実ですから説明のしようがありませんと答えました。しかし局長は満足せず、そんな説明で満足できない。あなたはどんな特別なテクニックを用いてこの成功に導いたのか。藤原さんは、特別なテクニックなどありません。我々は素人ですと答えましたが、局長はますます不機嫌になって、それではいよいよわからない。もう一度君の成功の原因を考えてみてくれないかと言いました。それで藤原さんは今一度よく考えた上で誠意を込めて次のように語ったのです。それは民族の違いと敵味方の違いを超えた純粋な人間愛、そして誠意、またその実践ではなかったかと思います。私は開戦直前に何の用意もなく準備もなく貧弱極まる陣営でこの困難な任務に当面し、全く途方に暮れる思いでした。そしてはたと気づいたことはこれでした。英国もオランダもこの植民地の産業の開発や立派な道路や病院や学校や住居の整備に私たちが目を見張るような業績を上げている。しかしそれは単に自分たちのためのものであって原住民の福祉を考えたものではない。そこには絶対の優越感とおごりがあるだけで原住民に対する人間愛、思いやりがありません。原住民は愛情と自由に飢えています。それで私は私の部下と共に誓い合ったのです。敵味方民族の違いを超えた愛情と誠意を彼に実践監督させる以外に道はないと。そして姿勢と愛情と情熱をモットーに実践してきました。すると人々はあたかも自母の愛の乳房を求めて飢え叫ぶ赤ん坊のように我々にしがみついてきたのです。私はそれだと思います。成功の原因は。そう語るとイギリス人の局長は大いにうなずいて言いました。わかった。あなたに敬意を表する。自分はマレー、インドなどに20数年勤務してきた。しかし現地人に対してあなたのような愛情を持つことがついにできなかった。としんびり語ったのです。インド独立運動の中心にこの藤原さんがいました。彼がいなかったらインドは独立できなかった。彼の行動は姿勢と愛情と情熱に貫かれていました。それがインドの民衆の心を揺り動かしたのです。彼はアジア解放のために捨て石となって自分の人生を捧げました。その捨て石はインド独立の土台となったのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。なぜ日本人は世界から尊敬されるでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは自己犠牲でした。聖書の一節をご紹介いたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。新約聖書ヨハネの福音書14章。人間にとって最も大切なもの、それは命です。それをアジアの同胞であるインド人並びにインドシナ半島の人々の解放に捧げたのです。ここに真の友愛が生まれました。インド独立の父は革命家チャンボラ・ボースです。
そしてインド独立の母といえば、なんと藤原岩市中さんなのです。インド人はこのように告白しています。このことをほとんどの日本人は聞かされたことがありません。それではお知らせです。次回8回目、10月31日土曜日です。テーマは EU の生みの母、青山美津子です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。